今回はガーミンのソーラーの大根をご紹介したいと思います。こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。今回はゆりが買ったガーミンのソーラーの大根をご紹介します。ゆりがいつもダイビングで持ってってた大根ってこのツサのソーラーのやつと、あとアトモスミッション1、前にちらっと動画にしたと思うんですけど、それを持ってってたんですけど、ミッション1が壊れちゃったんだよね。そうなんです。それの代わりとして今回ガーミンの大根を買ったっていう感じです。これの特徴は USB とソーラーのデュアル充電ができる。ソーラーだけで賄えないってこと？ダイビングしてるとちょっと厳しいかもしれない。でも時計としてだけだったら結構いける気がする。大根として使う場合は USB も併用しないとダメだけどっていう感じ。ちょっと足りなくなりそう。大根専用なんですよ。大根専用ではないです。スポーツウォッチみたいな感じ。スポーツウォッチです。なんか心拍とかも取れるし、サイクリングとか山登りとかそういうのも対応しているっていう感じです。はい、じゃあちょっと中身を見ていきましょう。はい。じゃあまず外装。なんか可愛らしい外装してるよね、これ。ね、可愛いですよね。色もなんかマリンっぽくて。ね、海洋プラスチックをリユースして作った外装らしいですよ。じゃあまずメイン画面。はい、メイン画面こちらですね。はい。こちら陸のメイン画面なんですけど、これ変えることができまして。Apple Watch みたいに変えることができる。あ、そうなんです。メニュー長押ししてウォッチフェイス選んで、そうするといろいろあるので選べる感じですかね。では実際にダイビングするってなったら。そうですね、ダイビングするってなったら、はい、右上のこのスタートボタンを押します。でそうするとガスのタイプがいろいろ出てくるので、シングルガス、マルチガス、CCR みたいな、でとりあえずエア設定でシングルガス選ぶとします。でそうするとですね GPS 取り始めるんですよ。このまま海に入っちゃっても大丈夫なんですけど、取ってから入った方が正確な GPS 取れるよみたいな。じゃあ普通のノーマルセッティング、普通のシングルタンクでとかだったら別にやらなくても普通に使えるよっていう。そうですね、普通に大根としての機能は使えます。その時は GPS は取ってくれない？取ってくれないです。じゃあ場所を記憶したかったら最初にこれをやるっていう感じですね。GPS 取り終わるとですね、こんな風にダイビングの画面に変わります。これ切り替えられるんだよね。そうです。これ3画面あって、この3画面ですね。でこれが水中でも全く同じ切り替えができるっていう感じ。そうです。まず最初は NDL と深度と、あと空気の種類、あとは気温、水温ですかね。であと下が時間か。経過時間ですね。はい。で次の画面が変なボタンを押しちゃった。次の画面はですね、コンパスですね。真ん中にコンパスがあって、で NDL とか深度とか経過時間は一緒ですから。でこれがこれがですね、これ NDL とかは一緒で、あれですね、心拍となんだろう、時間、サーフェスタイムってこと。なんかここら辺って変えられるの？そうなんです。これカスタマイズできるんですよ。じゃあ自分好みの設定を心拍じゃなくて違うのに変えたりとかすることもできるって。できます。はい。のでお好みにって感じですね。はい。でメニューって、今英語になってたじゃない。はい、なってます。これ日本語にも変えられるの？はい、変えられます。これもメニュー長押ししていただいて、で設定でシステムがあって、ランゲージで、日本語、我々日本人日本語選ぶとかできます。はい、日本語になりましたね。この辺は英語のが分かりやすいかもしれないけど、なんかフォントの関係で見づらいんですよ。だから私英語にしてました。あとはそうですね、さっきの設定のところで一番最初にやっといた方がいいかなと思うのが、これ初期設定フィートなんですよ。のでメートルとかに変えた方が見やすそうな気がしますかね。
これナイトロックスを設定したい場合はどこで酸素分圧変えるの？さっきのダイビング始める時と一緒で、うんスタートを1回押していただきます、んで、マルチガス選んでいただきます、うんでここで設定します。でガスうん出てきます。でここで追加する感じですね。こちらのアドニューっていうのをしていただいて、でこれで見えてますかね。パーセンテージを変える。はい、パーセンテージ変える感じです。32とか。はい、こんな感じです。はい、ではこちらを水中で使ってきた映像があるのでそちらをご覧ください。でどうこれ実際に使ってみて。あ、すごい使いやすいですよ。今までのミッション1と比べてなんか便利な点とか。便利な点はアプリがめっちゃよくって、こんな感じ。はい、これがアプリ。うん、そう。コネクトアプリの方立ち上げると同期が始まります。あ、もう勝手に同期始まるんだ。終わったので、このダイブアプリの方を開いて。コネクトアプリで同期してからダイブアプリなんだ。あ、そうです。ダイブアプリだけじゃコネクトできないんだ。転送終わってこれですかね。小金崎。これ場所ですかね。これ GPS がオンになったところ。そうですね。そうです。GPS がオンになって泳いでたところですね。あとはこのダイブの概要とかこんな感じです。自分で変えられるの？ここからウェイトとか。変えられます。そこじゃないけど編集で。編集をする。こんな感じでいろいろ変えられます。これはちょっといまいちみたいな点とかある？いまいちな点は機能が多すぎて全部把握するのが大変かも。最初まだね、しかも使い始めてそんなに経ってないから、はい、まだまだ分かってない点もあるかもしれないけど。そうですね、そうそう。あとこれで私もう一個気に入ってる点があって、ガスごとにアラート設定変えられるんですよ。何のアラート？エアの場合と混合ガスナイトロックスとかの場合って、なんだろう、こう深度いける深度が若干違ったりするじゃないですか。それのアラートとかなんかね、細かくカスタマイズできて、例えばエアの場合は34メートルまで行ったら1回お知らせするとかで、ナイトロックスの場合は30に行ったら1回お知らせするとか、もしくは30より深く行って戻ってきてまたお知らせするとか、細かく設定できる感じです。設定しなくても、デフォルトの設定はあるんだよね、多分。デフォルトの設定はある。例えば NDL によって1分切ってたらとか3分切ってたらとか、そういうのあるんだよね。そういうのはありますあります。それとは別に自分で設定ができる。そうです。自分でカスタマイズできる感じです。はい、というわけで今回はガーミンのソーラーダイコン、スポーツウォッチ兼ソーラーダイコンのご紹介でした。はい、参考になったという方はいいねボタン、チャンネル登録、あとメンバーシップ用の動画も配信してますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。バイバイ。